2024年夏から続くお米の価格高騰はもはや止まるところを知りません。農林水産省のデータによれば、試食用米の 5kg あたりのスーパーでの価格が1年で約2倍に急上昇しています。この深刻な状況に対して政府は備蓄米の放出や外国産米の関税緩和を考慮していますが、家計への影響は避けられません。クラスルームによるアンケート調査で消費者の声を詳しく見ていきましょう。まずは皆さんの好きな米ブランドからご紹介します。好きな米のブランドについての調査結果です。コシヒカリが 45.2% と他を圧倒し、次にあきたこまち 13.0%、 そしてゆめぴりか 7.7% が続きます。産地では新潟県が 28.3% で最も人気があります。米価の高騰は国民の食生活にどのような影響を与えているのでしょうか。次に米生産の変遷を簡単に振り返りながら現在の状況を見ていきましょう。1971年からの減反政策により政府は米価の安定を図ってきました。こちらの図では政府施策がどのように価格を維持してきたか、その影響を視覚的に確認できます。しかし気候変動や政策の変化が今回の価格急騰につながったと考えられています。ここでグラフの変化を具体的に見てみましょう。このような背景を持つ中で消費者はどんな影響を受けているのでしょうか。米が不足したことや価格高騰によって約 75% の人が食生活に影響を感じています。具体的には麺類やパンの消費が増えたり食べる量を減らしたという声が上がっています。一方で食生活を変えなかった方も約 30% 存在し、個々の工夫や対策がうかがえます。さらに詳しく影響がなかった方の理由も探っていきましょう。ここで示されているグラフから日本人の食事スタイルの変化が見て取れます。全体として米の消費が減少しつつあります。特に影響がなかった方々の理由には農家から米を分けてもらったり地域的に流通状況が良いといった事情があります。米の流通に関する政府施策についても問題視されています。具体的にどのような施策が求められているのでしょうか。消費者の関心事として米の転売対策に法規制が必要かという問いかけに多くの人が新たな法規制を望んでいます。実際新たな法規制を支持する意見が 67.7% に上っています。また政府備蓄米の放出や外国産米の販売など政府や企業の動向が注目されていますが、全てが国民の期待に応えるものとなっているわけではありません。この状況を受け政府のさらなる迅速な対応が求められると言えるでしょう。政府備蓄米の活用については積極的な意見が多い一方で輸送の遅れが問題視されています。備蓄米の流通に関しては改善が求められ、多くの回答者が政府の対応を不十分と評価しています。また輸入米に対する不安も根強く、輸入米は食べたくないという意見も少なくありません。このような消費者の思考を踏まえ政府施策の見直しが不可欠です。ここで過去を振り返ると1993年の米不足時に政府が大量のタイ米を輸入した際、消費者に受け入れられなかったことを思い起こさせます。この経験からも単に輸入米を増やせば良い措置とならないことが理解できます。家計への負担を軽減しつつ国産米の保護と消費者の志向に応じた適切な方策が求められているのです。調査結果からも多くの消費者が政府の迅速な対応を待ち望んでいることがうかがえます。ここまでで多岐にわたる米の需要と流通に関する問題を見てきました。今後政府や各企業がどのようにして持続可能な米の供給を図っていくのかが私たち一人一人の生活にも直結してきます。日本の食文化を支える基盤としてその未来を見据えて慎重かつ柔軟な対応が求められています。皆様がどのように感じられるか、この機会にぜひご意見をお寄せください。チャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それでは次回の動画でお会いしましょう。